お願いします。はい。それでは時間になりましたので、今日もね、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。昨日なんですけども、一応、四国の方、昨日の夜から帰ってきまして、土曜日の、なんとか間に合ったんですけども、なんていうかな。この3日間、かなり、癒しのある、ことをできたと思います。あ、どうも、お花さん、どうも、こんばんは。よろしくお願いします。すいません。お花さん、ちょっと、ついでにまた聞いちゃいけないですけども、今、実はバックミュージックを流してるんですけども、そっちでなんか音の関係とか大丈夫ですか？またちょっと音声の方がいつもね、わかんなくて、またよかったら教えてくださいね。特に気にならないようだったらいいかなと思いますけどね。はい。すいません。よろしくお願いします。いつもすいません。なんか皆さんに助けていただいてて。はい。それでですね、このね、今地図にあります、四国のね、88箇所っていうところ、今回の4回目になったんですけども、四国訪問して4回目でやっと、お遍路さんというか、お遍路さんというのはもともとなんか歩いて四国を回ることをお遍路さんっていうらしくて、僕の場合は車で、ありがとうございます。OK ですか？はい。ちょっとね、ミュージックを、かけてて大丈夫かなと思ったので、はい。嬉しいです。はい。それで今回4回目になって、僕の場合はその車で行ってるので、巡礼っていうんですかね。らしいですね。お遍路さんっていうのはちゃんとね、四国を一周歩いて回ること。いやー、これ歩いてる方結構いたんですけど、ほんと大変だと思います。簡単にね、今日ちょっと雑談が多くていけないです。ちょっとお話しさせてくださいね。一応今回また、今までちょっと歴史をちょっと辿っていくとですね、2年前かなに、お遍路さんの方は、9日、なんだっけ、徳島県の1番がね、1番から88番まで回るんですけど、どこだったっけ？徳島県のこのあたり、1番があるんですね。ごめんなさい、これすぐポッと出なくて。で、2年、最初に回ったのが1番から23番まで回ったんです。このあたりと、三輪町っていうとこだったかな。このあたりで23番まででしたね。で、それから、2回目、1日終えて2回目が、もう、この23番から今回行った24番の室戸岬まで、これがですね、100キロぐらいあるんですよ。だからここで心が折れて、1回目はこれで終わったと。で、2回目が、もう逆打ちっていうことで、88番から、この香川県の、これ88箇所って出るのかな？ごめんなさいね。お遍路さん88で出るかな？出た !88 番目出ましたね、今。あれポッと出ました。これ出ましたね、こうやって88番。香川県のとこですね、今マークが出てる。ここからですね、東雲さんどうもお疲れ様です。TikTok の方はありがとうございました。楽しい旅ができました、本当に。ありがとうございます。まだ東雲さん、あれですよ、月曜日帰ってくるんですよね。まだ来る目ですよね、確か。はい。すいません、最初に思い出話から先にさせてもらって。はい。このこれですね、この大坪寺っていうところから88番から、この時は去年の年末、そう。
弟と行って、YouTube 何回もやって、登録者数が激減した、事件ですね。ただでさえ少ないのにね。で、この今治っていうところで、終わりました。あ、ちょっとこれ、出ないですね。なんかうまく。四国が出なくなっちゃいました。あ、ちょっと、重たいですね。はい。すいません。こちらの愛媛の今治っていうとこ54番か、3番だったかなで、終わって、で、前回が、3月春に、今治からずーっとぐるーっと回って、この35番までですね。行きました。高知って入れるか。急にいやいや、しめじさん全然とんでもないです。ありがとうございます。いつも、ジャストタイミングで来ていただいてる全然、ありがたいです。ありがとうございます。明日の、篠宮さん明日の夜ガンガンに走ってく？あれ？あ、そうなんですね。月曜日に、そっか、丸一日かかるってことですね、きっと。そういうことか。はい。ね、そうですよ。篠宮さんもなんか、TikTok ライブとか、やってみてはどうです？なんか本当に、なんつうの、ドライブレコーダー代わりになりますよ。はい。ちょっと手間がかかるかもしれないですけど。あ、でも、あれか。携帯のパケットがめちゃくちゃかかります。はい。どれぐらいかかったんだろう。なんか僕、格安SIM でやってても、マイネオで、1日流してて、15ギガとか言ってましたもん。はい。やっぱり録画するのを、放送するのも、すごい携帯とかだとパケット使いますよね。うん。まあまあ、全然それは良かったんですけど、あ、地図がね、ちょっとぐるっと出なくなったので、すいません。ぐるっと35番まで3回目行って、で、今回、24番から、なんでこれ出なくなっちゃったんだろう。はい。行きましたね。これちょっとぐるっと出るかな？多分あれですね。出たか。なんだ、もうどでかくなっちゃった。はい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 。あ、出ましたね。はい。でですね、今回は、もう残り12個だったので、スタートが室戸岬だったので、前の日に、23番のところ、この、三輪町っていうところだったかな。この辺りで宿を取って、2日目の朝にゴーっとこう、24番のところから行ったんですね。うん。で、まあ24番、今回は順打ちと言いますけども、24番から35番まで行きました。はい。まあ、そうそうそうね。ほんと、サラさんが来てくれて、ほんと、楽しかったです。はい。東雲さんがお子さんかななんか、ね、フェードアウトされた後も、サラさんがね、最後ね、多分ね、あれだったんですよ。35番まで、最後とこまで来てくれたんですけど、サラさんが。で、あれです。多分ですけど、寝ちゃったんじゃないかな、サラさん。僕が35番ところまででなんかコメントくれてたんですよ。で、制覇しましたって言ってら、もう多分ね、サラさん時間帯で結構遅くまで来てらっしゃったと思います。僕、この35番が、2日目の5時半、夕方の5時半、日本時間の5時半って言うとおかしいですけど、サラさんがね、多分ですけど、もう、朝方近かったと思うんですよ。だからサラさん寝てくださいねって言って、いや、明日は半日だから大丈夫ですよって言ってくれたんですけど、最後多分寝落ちしたと思います。そこまでいらっしゃって、本当ずっとね、途中いろんな初心者の方も含めて、このドライブしていきながら TikTok で株の話をずっとしていたという。
本当楽しかったですね。思いましたよ、もう本当。やっぱり、今回のことも、そうですけど、僕はトレーダーとして、やっているんだけど、まあ今日もちょっと書いたんですけど、学び続けることが一番大切だなっていうことで、勝てるためのトレードをしてるんじゃなくて、こうやって学んでいきながら、皆さんと楽しく話ができることが一番好きなんだなっていうことがよくわかりました。本当思いました。はい。まあね、TikTok のそのライブでも、まあ、本当にね、申し訳ないですけど、お遍路さんで回ってるさなかですね、お金の話をずっとしてるわけですよ。篠宮さんとかで話し合ったけど、バチ当たりだな、みたいな話で、ご利益も何もねえじゃねえか、みたいな。本当にそう思いました。でも本当に楽しくこうやって皆さんとお話できることが、まあ何よりもね、財産だし、本当にいいことだなと、つくづく感じました。だから本当お遍路さんをやったっていうよりも、なんかそういうお話ができたことの方がすごい思い出。なんか例えば、修学旅行で、ね、楽しかった思い出って、なんかどっか行ったことよりも、仲間と、夜、適当に喋ってたことが思い出みたいな。なんかこんな感じがね、すごいしました。すごい助かりました。で、まあ、TikTok とかでも来ていただいて、話をしていただいた方もおったので、本当に面白かったですね。で、最後、実は35番に着いた時に、違うな。どこだ？ここか35番、これですね。実はここのお寺前回に行ってて、僕ここのお寺でなんで覚えてたかというと、このちょっと手前、すごいここ35番が、急降下だったんですよ。急降下してるとこで、車で、脱輪しちゃって最後。まあ、結局30分ぐらいギア入れたりして、まあ、脱出できたんですけど、ちょっと溝にはまってしまって30分ぐらい動けなかったんですよ。で、その場面が出てきたので、しまった、これ前回言ってるじゃんってことで、本当は24番から34番でコンプリートだったのに、最後はわざわざ35番まで行ってしまったっていう、どんだけいい加減にやってきたんだ。だから35番は前回と今回2回行ってしまったということであります。はい。まあ、なんだかんだ言ってこの88箇所を、巡業した。で、まあ、ちょっとロープウェイで回れ、なんていうの、車で行けないところが4箇所ぐらいあったり、もう歩くのが、駐車場があって歩くのがものすごい遠いところは、もう駐車場のところで写真を撮ったりしてしまって、完全にその88箇所をなんていうの、神社でね、回ることは、できなかったんですけど、まあ自分の中では88箇所として回ることはできたなって思っております。はい。バチは当たりました。はい。はい、今日また、お話ししますけど、今日はサムネイルでも出しましたけど、ロスカットがいくつかあって、もうちょっと CFD を、これ、ロングで考えたらいかんなっていうことをちょっと話ししようかなと思って、多分これ、バチが当たったと思いますね。はい。はい。金額動向っていうよりもね、トレードの仕方にね、バチが当たったと思います。本当思いますね。はい。それでですね、まあ、ちょっとこの、四国の旅っていうのは、もうこのゴールデンウィークを境に一旦終了して、ただ、また、何かをやりたいなってちょうど企んでまして、で、サラさんとここ雑談をずっとしてた時に、サラさんが、東北どうみたいな話をしたんですよ。東北。で、それでですね、サラさんいない時にサラさんのネタばっかり聞いてないですけど、はい。こちらのページを見つけちゃったんですよね。これ何かというと、東北36不動尊霊場といって、
東北に各県6個ずつ、この指定された、お寺参りというか、このものがあるらしいですね。はい。まあ、1番が山形県からスタートして、山形に6個。で、その次1番からずーっと行って、秋田行って、青森行って、で、岩手行って、宮城行って、福島がゴールと。全部で36個ですね。うん。というものがあって、まあ、これどういう理由か、こう一応書いてあるんですけど、山形県は、惜しみなく与えるという、伏せということがあるそうです。それから、秋田県は、自戒といって正しい生活習慣をつける。で、青森県は、苦難に耐え忍ぶと。青森県に行くだけでも苦難に耐え忍んでるなと思いますけど、はい。で、岩手県は、精進、勇気を持って進むと。で、宮城県は、動じない気持ち。それから、福島県は、真実を洞察するという各、まあ、6つの、県をテーマごとに、回るというものが、東北36不動尊霊場というのがあるそうです。清水さん、四国一周より大変そう。そうですね。そう、ちらっと、なんか世界遺産とかも見て回るのもいいかなと思ったんですよ。東北の方にもこう、いくつかね、世界遺産が出てきたりとかあったので、いいかなと思ったら、いや、これは、こういう36をやってみようかなっていう気になりました。しかしですね、考えてみたら、まず、年末はもう無理じゃないかなと思うんですよ。年末と春。だって雪すごくないですこれ。年末と、3月とか春休みでもまだ雪が残ってたりとかすると思うんですよ。でですね、ちょっと考えたのが、この36は36で、まあ今年の、冬と春はやらずにですね、36はまあ例えば今度のお盆とかは、ちょっと山形県と秋田県ぐらいまでやって、ですね。ねぶた祭りね。ねぶた祭り確か、8月、あれ頭ぐらいですよね。そう。夏場とか秋とかに回れるんだったら2泊3日で回れる日を作っていきたいなって、思っていて、もう一個、清水さん前にちょっと話したかなこれ、坂東33観音と言います。ここ地図見えます？これがですね、この坂東33観音っていうのは、神奈川県、東京都が1個、から埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉。この中で全部で、巡業が1300キロで、回る順番は自由なんですって。はい。回る順番が自由。はい。で、この、まずね、坂東33観音とはって書いてある。鎌倉時代の初期に設定された坂東33観音。お札は鎌倉を出発地に関東7県。神奈川、埼玉、東京、群馬、栃木、茨城、千葉県を各地に点在し、33カ所ありますという、中で日本100観音のうちの、西の国に33カ所あるんですよね。岐阜県とかあっちの京都に。で、東の方に、実はこのあって、あと、ちょっと難しいです。秩父34カ所っていうのもあるらしいです。で、これを全部で、日本100観音っていうらしいですね。はい。はい。前回のライブでおっしゃってました。そう。で、これがね、坂東33観音っていうらしいです。
これ、だったら、冬場も行けるかな？どうかな？ちょっとね、関東のね、茨城と、こっちの行けるところと、要は南で攻めたり、これ順番が全然自由って書いてあったので、ちゃんと記録して、やるのもいいかなと思っております。なんで、この坂東33観音もやりつつ、東北の36ちょっと待ってよ。俺今自分で言いながらこれトレードじゃないけど、あれもこれもなってねえから、ちょっと心配になってきました。自分で言っといて。これ、なんか、全部別に損切りになるわけじゃないですけど、今の、大丈夫かな？はい。まあこれ損切りあるわけじゃないからいいですよね。バチが当たるから、なんかバンドをやりながら、東北も手を出すって、良くないんですかね？ご利益として。邪道なんですかね？ちょっと今、自分で言いながら、心配になりました。まあ、今回も88回、箇所、お遍路さんであって、順回りっていうか、順打ち行ったり、逆打ち行ったり、順番くちゃくちゃじゃないですか。一応、逆打ちだったらこういう順番でってルールはあったのに、もう今回順打ち、今回逆打ちとかってやってるわけだから、まあ、オリエンテーリングぐらいの感覚でね、ドライブ中心にいろいろ景観を楽しんでるっていう、まあ自分のわがままなんですけどね。そうなんですよ。北関東の方の、この、場所をちゃんと見なきゃいけないですね。はい。ちょっとだから、これ、見ないとわからないないや、全然実はナビを見ないとわからない。要は、栃木の日光とかも、難しいですよね。宇都宮市とかはいいと思うんですけど、はい。日光市とかは、冬場通れないとこもあると思うんですよね。本当は、東北は、希望としては僕東北の方行きたいんですよ。本当は。なんでかっていうと、なかなかうちらから愛知の方だと、東北って、こういうことじゃないといけない。もしかしたら、これから僕はもう高齢化していって、なんて言ったらいいな。こういうふうにこう実行するっていうふうに決めないと、登山じゃないですけど、いけない気がするんですね、東北って。仕事であるわけもないし、四国だってそうですよね。きっとなんか自分で決めたから行けたのであって、条件がいろいろ揃わないといけないですよね。東海36不動は、ちょっと待ってください。なんか、東海もあったでしたっけ？東海30、ありましたね。地元なのにで、マジですね、これ。ありました、ありました。ちょっと待ってください。これ、どうやって書いてあるんだ？日帰りでできますよね。なんかでも東海36もうちょっとなんか書いてあるかな。よく知ってますね、東雲さん。もう結構知ってる土地ばっかりっていうか。東海36ね。知ってるお寺さん多いですよ。豊川稲荷もある。これ全然日帰りで行けますよね。出てきた。地図が。ちょっといいですか、これ。
あ、こうなってるんですね。東海36。あ、全然こんなん、あれですね。こんなんって言い方あれですけど、いけますね、これ。だって、一番北でここですもんね。これ何？元寿司か上ですよね。ここですもんね。あ、もうなんか、これはコンプリート早いですわ。はいはい。なるほど。そうなんですよ。そうか、まあ。そうですね。これは、今年で全然いけますね。なるほど。どうしましょうね。東海36は、なんか、もうすぐいけそうな気がしてきました。うん。そうですね。ちょっとまだ自分が若いということで、若いっていうか気持ちを若くして、一生に一回、人生一回だということで山形から一回やってみようかな。ここ、夏場は。うん。はい。と思いました。で、まあそうですね。東海もこれ、どっかポーっと、一日で今日ここまでやりましたっていうのもあってもいいですね。御朱印かなんかは取ってきてもいいかもしんない、ここ。はい。ありがとうございます。ちょっと東海も当然、日帰りコースで、全然こう日帰りで帰ってこれるので、いいと思います。あと、まあ、知多の方にも88箇所っていうのがあるのでね、これは歩いて行ってもいいとこですけど、まあ、車でね、行けるところが楽しいと思ったので、はい。はい。ちょっと終わりしましょう。そうなんですよ。入り口のとこで写真撮って、入り口でポンポンって言ってありがとうございますって言って、本堂まで入らないとこもあったので本当になんか、写真撮って行きました、みたいな感じになっちゃってますよね。もう本当なんちゃってですもんね。はい。罰当たりだと思います。はい。今度はちゃんと本堂まで行きますね。はい。はい。ありがとうございます。そう、もうライブでもう、もろバレてるから、なんちゃって、オリエンテーリングみたいな感じになってたのではい。性格がバレますね。はい。あ、もうすごい、30分喋ってました。はい、すいません。すいません。こんな YouTube でいいのかい？はい。30分1箇所だとして36。はい。そうですね。はい。計算上そうですね。僕もそのお遍路さんやった時に、実は30分1箇所ぐらいで考えてました。計算で。はい。だけど、お遍路さんはもう本当に、スケールが違ったので、はい。ここからここまで、100キロとかありましたので、まあ、東海の方はね、全然それでいけると思うんですけど、やっぱりね、東北とはスケールが全然違うと思います。みんな、このバンド33も全然スケール大きいと思うんですけどね。はい。うん。だからあと人生で行ったことないところ、まあ九州は一応一周したりしたので、東北はね、青森はね、多分ね、行ったことないかもしれないですね。岩手までは行きました。秋田も行きました。青森行ったことない気がしますね。うん。まあ北関東は、実はもう全部行っているはずですね。全部行ってますね。はい。まあこんな細かいところは行ったことない。2個は行きましたけど、はい。やっぱりやれること、うん、ですね。はい。はい。すいません。さすがにちょっと、トレーダーとしてこれ、
ダメだと思うので、相場の話をできたいと思います。はい。日々で水曜日。書いてる。ああ。すいません、すいません。もうちょっと行きますね。脱線しまくって、これはトレーダーじゃないですね。はい。あ、それで今日トレードのことなんですけど、まあちょっとこれ飲みますね。相場の方も出して。もう皆さんも相場毎チェックされてる方はね、すごいストレスがかかってるはずです。で、まず正直、まんないと思ってる人、まあ私、正直ね、言うとみんなね、今トレードしてる人は、隠してるかもしれないですけど、絶対つまんないと思います。投資でやってる、積み立ててる人であっても、つまんないと思う。これもう絶対正直な気持ちですよ。どっか、上がってるとこ探すっていうのも楽しいかもしれないですけど、もともとなんかトレードってやっぱ楽しいものじゃないということだと思うんですよ。楽しいものじゃないって言い方変ですけど、お金を稼ぐことであったら、楽しいことじゃない。当然人が、まあ、悲観の時に買うとか、言うじゃないですか。今だったら、みんな総悲観だから、みんなが、売ってる時とか投げ売りしてる時に、底入れのチャンスだよって。わかるんですけど、じゃあ、そういうなんかトレードの人生をしてて、楽しいかどうかって言ったら、なんか僕はそういう意味ではトレーダーとして失格だなと思ってます、自分で。楽しくない時楽しくないって言っちゃ何がいかんのっていう話で、確かにそのショートしたりとかも、技術的には必要だと思うんですけど、人間のその心理で、勉強とかもそうですけど、楽しくないって、ずっと、すいません。今トレードの話ってまだそっちで、水曜どうでしょう的な話になってますね。すいません。トレードの話してるね。ごめんなさいね。学びを大事にしようと思って。で、勉強とかも、ちょっと分かってきてとか、すると、まあ、楽しくなったりとか、じゃあ、例えば、すごい、お金もそうですけど、失っていくと、学びだなっていうとこもあるんですけど、じゃあ、例えばずっと、学びだなってさすがに人間、へこんでいて、じゃあ、黙って相場を見ないっていうのはどうかなと思って、でも相場は見てて、上がったり下がったりするってチャートも楽しいし、ということを考えたら、今って、じゃあ CFD 取引ってやってて、どうなんだろうなっていう、そう思いはすごいあります。まあ皆さんも多分アメリカ株とかちょっとやってみようかなと思ってらっしゃる方、今年すごい CFD トレードですよ。売ったり買ったりする。トレードは、やっちゃいかんっていうわけじゃないんですけど、なんていうのかな。面白くないと思います、今。うん。だって、金曜日とか木曜日思いませんでした。水曜日に FOMC があってパンと上がって、金で、木曜日は最悪、結局下がっちゃったんだなと思ったんですけど、金曜日もっと落ちたじゃないですか、ここで。で、もうこれで、もう本当に、多分、なんかニュースではやってましたね。この4ヶ月のパフォーマンスが、何十年ぶりかのそのパフォーマンスの悪さなんですよね。はい。で、基本、じゃあショートばっかやってて、売りばっかやって儲けて楽しいかっていうと、ショートってもともと人間の心理としては楽しいものではないはずなんですよ。うん。基本やっぱり低いとこで買って高いとこで売るっていうのが
まあ、トレードの楽しさだと思うので、僕は正直、まあ、初心者だって言われればそれまでかもしれないんですが、やっぱり今だったら、どんどん、例えば、ロスカットとかもね、あって、で、僕もそんな破産するような金額をトレードで入れてないので、そこは、続けていけるんですけど、今って、本当に CFD やってていいのかなっていう気はします。これどんなトレードルールを持ってしても、リスクリワード1対2とか自分で損切り設定決めるっても、損切り貧乏になるだけ？はい。と思います。じゃあどこで損切りするのって、もうロングのものなんかは、ほとんど今、上がっていかないですよね。どのとこ行ったって。もうエネルギー株をちょっと入れるか、コモディティの中を短期トレードで売ったり買ったりするので、うまくいくかどうかぐらいじゃないですか。なんで、まあ、そういう意味です。で、それがなぜそういうことかっていうのも、まあ、簡単に解説はできるんですけど、やっぱトレードは今は、みんな楽しくないよっていう言葉、多分、言っていいと思います。本当思います。うん。で、楽しくないよって言う前に、ちょっとロット張ってしまって、一回相場から離れてしまって、勉強もやめてしまってる人も絶対いると思うので、やっぱり勉強を続けていくっていうことが楽しくないと、良くないなって本当思うんですね。はい。まあ、これは、初心者とかベテランだから、とかっていうことじゃなく、長く続けていけば、山あり谷ありだよねって言ってるかもしれないですけど、僕もまだ、この株式の CFD やって2年ぐらいですけど、やっぱりちょうど始めた時が、2020年のコロナ、2020年3月か、の暴落の時から、本当に右肩上がりで、ナスダックも S&P もこの2年間ぐらい、良かったパフォーマンスで積み立てをしてって上がっていって、で、積み立てをしているものがたまたま、いいパフォーマンスの時に、まあ、こういうトレードの勉強ができる資金もできたっていうことがラッキーだっただけなんですよね。で、今ちょっと下がってきても、そんなにトレードの方に試験を入れてるわけじゃないので、いいんですけど、本当に今難しい相場、多分、みんな言ってることじゃないかなと思うんですよ。プロの人でも。なんで、今、本当に投資の方は、積み立ての方は別にそんなにいいと思うんですけど、トレードの方は皆さんも、本当にこう、やめてっていうか、現金の方にしてもらって、少しね、こういう楽しいっていうかテクニカルとかの上がったり下がったりするとこ分析の方はね、楽しいと思うので、してもらったらいいんじゃないかなって。でも分析が楽しくない人は、どうなんですかね？これ結局楽しくないのかな？僕はこういう分析をしたりとかするのが好きなので、これからも、上がったり下がったりする分析はしてみていきたいなと思うんですけど、特にトレードのことに関しては、資金を入れるのはかなり控えた方がいいなって思います。もうどう考えてもね、難しい。ショートが売りですね。ショートって、早いじゃないですか、速度が。下がってくる速度って。みんな売りを仕掛けたりして、で、ロスカットでも売られたりする人が多いから、ロング税っていうか、買いをしてる人が、結局、損切りを入れてるから、売りが売りを呼んで、売りって暴落って言うんですけど、一番早いですよね。ナスダックも多分見ていただくとわかるんですが、これナスダックの先物の冷やしですけど、今回これで言うと赤い線がすごい目立ってると思うんですけど、暴落って、多分、今これ、赤い線も目立ってるんですけど、赤いこの陰線の長さっていうのも、実はその緑色の上がる陽線より、この赤い陰線の方が長いんですよ。一つずつが。はい。例えば、ここら辺もそうですけど、本当にトレンドっていうのは、
ちょこちょここう上がっていって、ドーンと下がって、ちょこちょこ上がっていって、ドーンと下がってっていう、チャートの形って本当に多いです。で、ということは、ショートを CFD とかでやられる場合っていうのは、結構、相場に張り付いていないといけない。ということは、兼業で、ショート目線でやるって言ったら、時間が、いるっていうか、どう言ったらいいんだろう。とりあえず入れといて、また次の日に見とけばいいやじゃダメなんですよね。CFD ってレバレッジかかってる場合は。急落が多いんですよ。ということは、今の相場って、下目線の人が多い、売りが多いっていうことは、CFD みたいなレバレッジがかかってるものに関しては、張り付いていないと儲からない。ってことは、兼業でやっていくって不利なんですよね。で、もう、こちらで見ていただくとわかるの、ロングの場合っていうのは、ナスダックとかもそうですけど、この時は、じりじり上がって、コーンと下がって、じりじり上がってって、コーンと下がってっていうことなんで、ここのコーンって下がってるところだけを、見ていけば、長期で持てた時なんですよね。だから多分、CFD をやっても、このロスカットラインを気をつけていけば、上がっている相場こうね、上がっている相場で、ここがね、2020年のコロナですね。3月の。を見てもらうと、じりじり上がって、ここの部分を気をつければよかった。ですよ。で、時間の経過も割と緩やかにできた。はい。スイングトレードもうまくいく。ですよね。うん。今の状態って、スイングトレードじゃないですよね。どっちかというとこう、売ったり買ったりする人はうまくいくかもしれないけど、そうそう読めないですよ。しかも、今週なんか本当に読めないと思います。はい。水曜日上がって、木曜日それ以上下がって、金曜日もっと下がって、完全にこのテクニカル上だと、下落トレンド、結局、なんだ下落トレンドじゃんっていう話ですよね。で、初心者の人だけでそうですけど、そんなにトレーダーでショートを仕掛けて中心にする人ってそんなにいないんですよ。たまにポストプライムとかでも見かける人いるんですね、ショーターって。ショートを中心としてやってる方。うん。でもすごいストレスかかるんですよね。時間足が、短いから。はい。ということで、まあ、結論からすると、CFD は、ちょっと、相当、このレバレッジを、もう、なんていうの、2倍以下にして、ショートで待つとか、しないと難しい。僕はそう思います。で、もうこれ結論ですけど、結局この僕今銘柄持ってるんですけど、インドも戻ってきちゃいました、完全に。インドの株価指数見ますね。もうインドですらもうこうなんだと思いましたもん。ちょっと見ますね。皆さんも、相場の解説、あれですけど、これ自分の言葉でごめんなさいね。インド出します。インドのニフティですね。冷やしになりますけど、インドが僕買ったのが16,000で、もう、こうすごい16,000ここですね。チャンスだと思っていたんですけど、インドですらもこのチャートがもう、スイングトレードが怪しいっていうか、はい、こういう感じになっちゃいました。長期でいいのかなと思っても、下落トレンドに入ったりしましたね。はい。ということはもうインドですらっていうか、これでさえ、別にロスカットではないんですけど、全然もうロングが効かないんですよね、今、世界的に。こんな感じですね、今、インドのチャートが。はい。結局、これなら安心という株なんかないわけですよ。はい。あと、絶対だと思っててダメだったのが、これですね。南アフリカですね。南アフリカも、損切りかなっていうとこまで来ました。ちょっとごめんなさいね。
なんか本当にネガティブな話みたいで、気持ちはね、学びたいってポジティブなんですけど、利回り一回消しますね。あれスウェーデンでした。ごめんなさい。違うな。これじゃないな。すいませんね。南アフリカ。これですね。これ。南アフリカがもう、実は去年の7月から持ってて、もうこれは、完全に右肩で行くだろうと思っていたのに、見えますかね？もうね、確かちょっと一部ロスカットに合いましたね。はい。この急落。もうちょっとね、これね、2021年の7月、ここら辺で持ってたんですよ。はい。このあたり。ということで、もう、どの株が右肩上がりで上がっていくかなんて、正直、わからないです。はい。南アフリカもダメ。新興国がダメっていうか、アメリカがいいとかじゃなくて、こう探すのが、右肩上がりで探すのは本当大変です。まあ、お花さんとかもコカ・コーラの話、あれはね、本当に珍しいと思います。なので、どっちかっていうと、リスクが、ボラティリティがすごい少ない安定の株を見つけるのはあれですけど、パフォーマンスはもう絶対出ないですね、今は。うん。安く買えて CFD がいいよっていう時代から、だいぶ変わってきたと思います。はい。ということで、まあ僕も今やれることっていうのは、毎日、自分の保有銘柄のチャートを見て、もうこれはもうダメだなと思うものは、もう、切ってって、現金を今増やして、損切り貧乏になりますけど、で、もう本当に上昇トレンドまで待つか、して、あとはビックス指数はね、いつか戻ってきたりするので、あれに証拠金を入れて、個別株とかは一回引き上げてやった方がいいなっていう、そういう感覚でいます。うん。でもトレードは、ちょっと、数千円でも入れてやりたいなと思ってます。もう稼ぐっていうのはね、もうどうしてもね、それやっちゃうと多分もう、損した時に、やめたってなると思います。それだともったいないなって。はい。そうですね。もう、完全にこの南アフリカは、そういうパンデミックの関係だと思います。はい。でもこの南アフリカの11月のところ、これか。そうですね。42点。11月30日のパンデミックのところね。ここと同じように落ちてますので、もうなんか現物で持ってないと CFD も現物で持ってないと怪しい。もうレバレッジ2倍以下もっとかな 1.5 倍ぐらいレバレッジかけてるよりもうこれ1万円で証拠金10倍にして見て楽しんだ方がいい気はしてきました。で上がってきていいなと思った時にもうなんつうの、現物取引をするぐらいの勢いでもいいと思います。思いました。ロングでやるんだったらもうレバレッジかけないでやってもいい。それと、あれです。結論ですけど、僕が結局長期で儲かっているものっていうのは、結局ですよ。この新興国のブル3倍ブルベア商品のブルって、低減リスクって時間とともに下がっていくじゃないですか。で、新興国も今、レンジ相場になってたり、若干下がってるんですよね。で、この新興国の売り、これがね、2月の10日からやって、もう2ヶ月で 46% ですね。はい。で、もう一個が中国のブル3倍の売り。
はい。これも 36% で、これもロスカットにされずに、だから結局長期で、保有できて、利益になってるものは何言ったら、ショートなんですよね。こういう新興国とか中国の。まあ、あと、まあ今、エネルギー株も一部、ハリバートンとか持ってますけど、ちょっと利益ですけど、エネルギーとショートしか、もう今ダメですね。はい。本当に思いました。まあ、このビックスとブルベア、この米国のビックス VI ブル、これまだ含み損になってますけど、まあ、これいつか、これはちゃんと入ってこれば、我慢してれば、プラスになってくると思いますので、利確はできると思います。ロスカットは、これでなんかコロナみたいなまた状態になればあれですけど、今売り金かな多分。で、この、米国の VI ベアもいいと思います。これも。この米国 VI ブルと VI ベブルベア。この商品は、賢い選択。パンさん、YouTuber のパンさんもこれ、ベアかなんかやってるみたいですね。ここはね、まだトレードしても面白いかもしれません。もうベトナム、南アフリカもありますけども、はい。ダメです。はい。含み損に耐えられる、もう底値がわからないですからね。はい。もうここら辺の JP モルガンとかも、もう本当に、早いところ、ちょっと上がっていったら、売りたいです。はい。ということでしたね。はい。はい。それでは、まあ、これ特集先に喋っちゃいましたけど、今のこの CFD 取引は、本当に初心者の方だけではなくて、中級者、まあ、上級者っていう方でも今は引き上げた方がいい。それか、レバレッジを全くかけずに、株と同じような動きを見て楽しむっていうことをした方がいい。儲けるっていうことは、まず考えない。それから極端に言うとスキャルピングをして、5分足とか、東雲さんも1分足でね、原油やったりしてますけど、ああいったところで、今日は良かったなっていう風に、スキャルとかをして、やっても、まあ、ありかもしれないですね。うん。スキャルだったらレバレッジ、例えば20倍とかだったら、なんて言うんですかね、負けが多くても、勝率で考えてリスクリワードとか考えていけば、うまくリスクリワード、自分でね、その損切りが、例えば、3回4回あっても、1回が、リスクリワード1対2とかだったら、なんていうの、勝率が5割切っても、結局はトータルで勝てるっていうやり方もあると思いますので、はい。ただ、スイングトレードの場合は、損も、まあまあ出ちゃうんですよね。はい。スイングトレードするんだから、含み損も耐えていかない。だけど、今って含み損に耐えれるレバレッジってなかなか難しいと思うんですよ。うん。思います。2.5 倍とかでやってても、まあ家でやられたりします。はい。すごい難しいと思います。なんで、僕はまあ、まあ変な話、まあ10万ぐらいとか、損切りになりましたけど、まあでも、多分これ、すごい、頑張ってらっしゃる方で一桁多く、数百万でやってる人はもう、退場してると思いますね。こんな相場、難しいです。はい。ということで、まあ皆さんもだいぶこの今の状況ね、恐怖指数もいろいろ見てると思うんですけど、まあどこからね、こう話していったらいいかなと思うくらいです。はい。なんか希望を持てるお話ってあるのかな。まあコモディティ見ると、天然ガスとか、原油とか、ギャンブル性の高いものについては、売ったり買ったりするのは面白いかもしれない。天然ガスなんかもう本当にね、昨日1日で、これ 9.7% ですよ。まあ、わけわかんないです、これ。はい。もう大豆もやってますけど、もう大豆ですらもすごいっす、今。はい、コーンも。この、
もう体験されてる方は CFD 体験されてる方は知ってると思いますけど、1日で 2% を動くっていうことは、お金を入れた時に分かりますね。どんだけ、お金が増えたり減ったりしてるか。10万円ぐらい入れたら分かりますよ。はい。もうそれだけ、なんていうのかな。何のためにトレードしてるのっていう、お金を稼ぐためでしょっていうことを主眼に置いたら本当に厳しいと思います。だったら、好きなことをやって、経済を見て、広い視野を持って、学ぶことを楽しむっていう方が僕はいいと思ってますね。はい。長期積み立ては別ですよ。これ間違えちゃいけないのは、投資とトレードは僕は別物だっていうちょっと認識があるので、今だったら、ちょっと様子見て、S&P500 に積み立て投資をするっていうのは、全然、長期目線で言えば全然いいと思います。長期目線っていうのは、10年とか15年とかの話です。はい。で、トレードっていうのは、もう正直言って3ヶ月。1年も、今の状況で言うと1年持てる銘柄って見つけるのが大変だと思います。はい。断言できますね。はい。結局1年、僕もこの CFD トレードをして1年持ってたものって結局インドネシアだけですもん。はい。去年の7月から持っている CFD で、このインドネシアは、ずっと、チャートだけ見ると、で、これも、今思うと偶然かなと思うんですよ。ちょっと見ますね。CFD の長期。ここか、あるかな？インドネシア。これか、チリになってるな。はい。インドネシアのこれ、冷やしになりますけども、だってインドネシアがこういう右肩上がりになっている理由って、本当にテクニカルで見ていかなきゃ、上昇トレンドだなっていうことしかわかんないじゃないですか、これって。ね。かや、インドネシアの隣の国の、マレーシアはい。見てください。上昇トレンドかなと思ったら、キュ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 ってみんなS&P500 と同じように、下がっていったじゃないですか。はい。ということで、こういうのって短期トレードでするためには、毎日チャート、自分の保有銘柄のチャートを見ても、これはダメだなと思うか、どうかをチェックして、利確と損切りを入れていくしかない。しかも勝負は、基本は3ヶ月。だからインドネシアみたいなもう稀だと思います。チャートで右肩上がりになってるのはもう200銘柄のうち、もうエネルギーと、コストコと、コカ・コーラと、P&G と、もうほんと限られてると思います。だからこうやって、で、200銘柄見るの大変じゃないですか。毎日。これ調子いいなとかって。その話を聞くしかないとか。メキシコも、上昇トレンドかもしれないなって、ほんと探すの大変じゃないですか。はい。ということで、トレードを長く続けていくためには、今は、そんなにお金を入れずに、で、この、4ヶ月っていうのは、もう数十年ぐらいの悪いパフォーマンスなので、ここから年末では上がっていくかもしれませんが、でも、CFD については、本当にもう、注意して、で、学び続けれる環境で、お話を聞いてて、そうだよなってね、思えるように
していきたいなって僕は思ってます。はい。じゃあ、ちょっと、振り返りをしていきたいと思いますけど、今週の S&P500 のこれパフォーマンスです。まあ見てわかるように今週上がっていくかなと思って、結局、まあ、良かったのが、僕、金融関係はたまたま買って、決算が終わって買ってるので、ちょっと上がってます。はい。金融関係は上がってます。今週1週間ですね。で、エネルギー株もちょっと上がってます。でも、思いません？もう、こんな状態っすよ。で、もし、多分 CFD トレードしてない方とかだと、多分、もう相場の見るのも、話聞くとも嫌だなと思う人も絶対いると思いますよね、この状態って。いつか来るかなと思ったんですけど、Amazon が決算が悪くてドーンといって、Google は良かったのに、この試合からそんなに伸びず。で、Facebook はその前にズドーンと落とし。で、Apple も別に悪いわけじゃなかったのに、この試合で、でも次の来期、80億ぐらい、ショート、売上ショートするサプライ問題もあったりとか。大型株が初めて、なんか、もう、陰りが見えてきたなっていうことで、多分 S&P500 はこの、大型株が縮小していても次の世代のなんか、企業とかも出てくるかもしれないので、アメリカ全体で長期で見れば、まだずっと下落トレンドに行くかわかんないです。今年に至ってはもうしょうがないっていう年だと思います。で、私たちも、多分相場を見て詳しくこうやってきて、急落のコロナと2018年ぐらいかな、一回年末にズドンと落としたんですけど、長い期間で下がってきたっていう体験って多分あんまりしたことないと思うんですよ。でも10年とか15年、20年やってらっしゃる方とかは、リーマンショックとか体験されてるかもしれないですけど、僕らがこうインターネットで動画を見たりとかして、情報を聞いたりするのには、ここ1月からの体験って、したことない状況だと思うんですよね。はい。で、こちらが世界の1週間の株価になります。はい。ヒートマップですね。1週間で見ても全然、なんていうの？上がってるものを探すのが大変？ですね。はい。中国のペトロチャイナもエネルギー関係ですもんね。それから BP ってこのイギリスの、これも BP って確か石油会社ですよね。結局上がってるものエネルギー系以外はダメですよね。トヨタがこれ良かったですね。この中で強かったですね。日本株は今週1週間はまだマシっていうか珍しく世界の動きとちょっと違った動きをしましたね。はい。珍しいと思います。はい。半導体もね、ダメですね。はい。半導体なんかもう本当にハイテクのちょうど去年の11月からずーっと落として台湾もずーっと、台湾僕損切りに遭いましたもん。はい。という状態。ETF を見ると、ETF の今週1週間も、もうエネルギー以外は、もうズドーンと落としてます。ただ、ETF の方が、まだ落とし方が少ない。やっぱり、たくさん集まってる株ですので、その分はね、分散が効いてるので、まだ、VOO であったりとかも、これ S&P のここインデックスですけど、そんなに落ちがなかったです。はい。
だから長期積み立てとかでされてる方っていうのは意外に、今のところも、なんていうのかな。そんなにこう、冷静でいられる方もいらっしゃるかもしれない。値動き見てない人はよっぽどなんだぐらいかもしれないんですけどね。はい。個別株とかを中心に見てらっしゃる方は、もう、決算もそうだし、と思ってると思います。うん。はい。お花さん、コカ・コーラ他手出せ勉強させていただいてます。もう、お花さん、本当に正解です。はい。もう、僕みたいに分散しまくって、分散損切りにならないようにしてください、本当に。はい。今、株でも短期トレード、そうですね。1日で下げられる。本当そうです。もう本当そうですね。はい。一番いかんのは、僕みたいに、例えば長期で見て、証拠金を入れているのに、損切りにかかっちゃったっていうものが一番良くないですね。はい。本当思います。うん。で、それ言い訳じゃないですか。例えば、ウクライナの、関係で損切りに遭ってしまったヨーロッパの時とか、今回の僕、南アフリカはもう、たとえそのファンダメンタルであったとしても、スイングトレードのこう波の動きで、南アフリカは利確できればすごいいいとこで利確できたとこがあったんですよ。もう完全にほっといてましたもんね。はい。現物じゃない限り、レバレッジがかかってるものは、必ず利確をしなきゃいけないっていうのを思います。もう、これか、例えば、レバナスとかもそうですけど、もう、ほっといて、資金が、なんて言うんです多分レバナスも、半分ぐらいになっても、しょうがねえっていう覚悟がない限り、やっちゃいけないなと思いますね。はい。もう考え方も絶対変わりますよ。思います。はい。それでですね、今日、本当はコモディティのことちょっとやろうかと思ったんですけど、ちょっとだけ、コモディティのお見せしますか。ですね、また決算の最後、多分ね、みんな今、ちょうどこんな言い方ですけど、アメリカの決算が、だいたい、もう終わりつつあるんですよ。メインが。もうあと、グルーポンと、ディズニーと、ウォルマートと、コインベース、ホームデポ、シスコあたりが残ってますっていうぐらいでほぼ終わってて、多分ね、もう今、世界経済が落ちてるので、もう個別株の決算、ほぼ、どうでもいいって言ったら失礼だね。自分の持ってる以外は、もうなんか関心がない気はしますよね。もう、今の地合いっていうか、はい。大型株も終わっちゃったので。まあこれはまた、どっかで、お見せするとして、指数があんだけ落としてるので、このコモディティについてっていうのは、ちょっと今、分析の仕方をまた変えました。はい。ちょっとだけ紹介だけしますね、今日。ドルインデックスなんですけど、ドルインデックスは、日足で今、紹介します。まあ、これ知ってる方は、ドルインデックス、コモディティの商品と逆相関してるって言ってるんですけど、最近はもう、はてなって感じです。だって、上昇トレンドになってますけど、コモディティも上昇してるからです。参考にしてるかどうかっていうのは最近ハテナになってます。昔はドルインデックスってドルが強かったので、ドルが強い場合っていうのは、コモディティと逆相関するっていうことですけど、ドルが強くない場合っていうのは、ドルインデックスが上がっても結局コモディティも上がっちゃってるっていうことなんですよね。参考になるかどうかが今わからない状態になってます。なんていうのかな。ドルが弱くなってるから、ドルインデックスが上がってもコモディティも上がってるっていう感じですね、今。はい。で、この期間がドルインデックスは見ていただくとわかるんですけど、この緑色の期間を2ヶ月間で設定しました。
で、この2ヶ月間で、ボラティリティが 7% で、ドルインデックスもすごい上がってます。その前の2ヶ月が 3.2%。で、その前が 3.6% って2ヶ月ごと 3%、3%、今回が 7% っていう上がり方をしてます。という見方ですね。はい。で、チャートの見方を縦軸もしっかりしていかないと分析できないなと。で、原油の方をちょっと見てみますよ。実は原油がですね、僕の見方ですけど、まず、環境認識をするときに原油を、この縦軸を2週間にしました。トレードするときはもっと短い時間足かもしれないですけど、環境認識のときに、ニューヨーク原油を4時間足にして、このトレードを2週間、ここね。先物って1ヶ月とかだいたい決まってるんですけど、1ヶ月だとちょっと分析がしにくいと思ったので、4時間足の、2週間ですね。月末、月中、それが月初という形で緑の線を入れました。はい。あ、書いてありますね。投資信託や長期積み立てをやっているので、一番成績のいいのが、ウェルスナビ。結局 AI かよ。あれ、東雲さん、ウェルスナビやってたんですね。密かに。そうなんですね。時期にもよるかもしれないですけど、はい。まあ、ウェルスナビ1%、なんていうの、去年ぐらいだったら、もっと S&P とか僕も結局あれですよ。一番パフォーマンスがいいのが結局イデコですもん。ほっといて積み立ててるのが一番パフォーマンスがいいです。今はね、まあこれ10年後は何がいいのかをさっぱりわからないですけど、思います。はい。もうほっときゃ一番いいのかよって感じですよね。だから本当にこういう、ほっといた人が一番投資成績が勝つんだったら、もうこういった売ったり買ったりするのっていうのは、お遊びでやらないとダメだと思います。そういう結論ですよね。だから、チャカ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 やればやるほど、負ける相場であるんだったら、こう、分析は楽しくするんだけど、お金は入れない方がいいっていうの結論ですよね。はい。だって上がったり下がったりする相場で、いつも心のどっかで、低いところで買って、上がるんじゃないのとかって勝手に、変な希望を持っちゃうわけですよ。いくら下落トレンドでも上昇かもしれないなと思って。勝手に思っちゃうんですよね。だったら、長期の方がいいわけですよね。思います。本当にお遊びですね。まあ、これもだから、変な分析もお遊び程度に聞いてくださいね。はい。で、原油の方もこう2週間のボラティリティになってます。で、見てもらうと、このボラティリティが、原油の2週間ですよ。ニューヨーク原油。この2週間、4月の15日から、月末。これが 14.3% です。こういう動きをしてます。で、今この109のところと、95っていうところに赤いラインと青いラインを引いてます。これが直近のレンジの推移ですね。で、前の2週間が 15% のボラティリティがありました。で、前の2週間がここ大きいです。3月15日から4月の1日まで 23% のボラティリティがありました。で、ここも大きいですね。3月1日から3月15日のボラティリティが原油が 37% ありました。この3月の初めの時にトレードをされている方はかなり難しいと思います。この 37% って。はい。その次、一気に低くなりました。2月15日から3月1日までの2週間は 13% のボラティリティです。次、原油のね、2月1日から2月15日までの2週間が 10% です。こう思うと、
この次も見てください。これどんどん見てください。こうすると、ここ1月1日からなんですけど、同じ金額で用意ドーンでやってます。あ、そうなんですね。11、年初から 11% ですね。この2週間で 11%、その次が 8%、その次が 10%、その次が 13%。このボラティリティだったらトレードを2週間でしていても、証拠金をちょっと入れればなんとか、トレードできたかもしれないです。もうでも、ウクライナの関係でもう3月から余計にエネルギーとかがもう 30%、20%、15%、14% ということで一気にボラが高くなったんですよ。もうほんと見てわかると思います。はい。だからこのトレードの仕方っていうのがもう、この4時間足でさえも、ここで損切り入れて、ここで利確を入れるとか、この、スイングの中の、なんて言うんでしょう。例えば、なんて言うんでしょう。やる人だったら、例えばですね。この矢印で、買いのエントリーを入れて、この矢印で、利確をして、ここの矢印で、損切りを入れるとか、そういうトレードになるわけですよね。この幅だけでも、4時間足のスイングトレードの幅だけでも、これだけでも、多分 4% ぐらいの幅があると思います。しかもこれ、リスクリワードで1対1なので、はい。有利かどうかがわからないですよね。もうこういう、スイングトレードですらこういう感じになるので、難しいと思います。ここで入れればいいですけど、そんな人なかなかいません。まあ、下落トレンドを見て買うっていう人もいるかもしれませんが、とにかくこれで決着つけるのにも、この中で見ると、1週間ですね。原油でも。これ、あれですよ。証拠金を多分、5倍ぐらいに証拠金を入れて、スイングトレードしててもこれぐらいです。はい。このボックスで。1週間です。だから多分、デイトレードしてる人が多いと思います。証拠金入れずに、やる場合はもうこれぐらいの話ですよね。この青いゾーン。これで、2日3日です。2日3日で勝負をする人もいると思うし、はい。この場合は1時間足、15分足で見てると思います。うん。はい。では、今日も最後に天然ガスを見ていきたいと思います。はい。天然ガスのボラティリティの凄さっていうのも4時間足で書いてありますけど、はい。年初からちょっと紹介だけして、短期でやられる場合はっていうシミュレーションをちょっといきますね。今の原油と比較してくださいね。原油も、レバレッジかけるときにはもう本当にFX、もしかしたらですね、ドル円とかより、原油とか天然ガスの方が、難しいかもしれません。なぜかというと、ドル円とかユーロドルとか FX の場合っていうのは、ここまでのボラティリティないんですよ。レバレッジがどれだけかけるかによるかもしれないんですけど、FX みんな20倍でやってんのかな？レバレッジ何倍ぐらいでやってんですかね？レバレッジ5倍ぐらいだったら FX でも、こんなにボラティリティなんですけど、天然ガスはもともとレバレッジ20倍の商品なので、レバレッジ20倍の商品でですよ。この、1月1日から1月15日がなんと 34% ボラティリティがあるんですよ。この今 34% っていうのが原油でいう
ウクライナの戦争が始まった時ぐらいのボラティリティ 30% です。いいですか？で、次、天然ガスの、1月15日から2月1日の2週間が 33% です。相変わらず 30% 超えですね。次、2月1日から2月15日までのボラティリティがなんと 42% ですよ。すごい落ちてるんですけどね、ここ。だって、ここの、あれですよ。天然ガス2月11日が 3.8 ですよ。今、確か、8、マックス9まで行ってましたよね。はい。次。ここまでまともですね。2月15日から3月1日までが 17% です。まともっていうか 17% 全然まともじゃないんですけど。はい。それから、この次3月1日から、3月15日 19%。はい。それから、ちのめさんはさすがに天然ガスがやっぱ怖いですよね。はい。で、いや、これ僕も怖いっていうかもう、王様ですわ。桁が違います。29.21。3月の。で、ここが、これね、こうやって見ると上昇トレンドに見えますけど、チャートだけで見ると、これ現物だったらいいですよ。こうね、4400円 ×20 倍で、もし天然ガスを1ロット88,000円で買ってれば、黙って上昇トレンドでこういれば、88,000円でお買い上げしていただければ、じーっと見て買いだなーって言うかもしんない。でも、そんな人が存在するのかどうか。はい。レバレッジなしです。だったら、もうすごい上昇トレンドです。でも、天然ガスがここまで上昇してるなんて、誰も予想つかないし、で、しかも、ボラティリティが 30% ぐらいあるって FX でもこんなんないです。ドル円とかユーロドルとか OG ドルとか。またもうどっかで本当比較したいですね。僕もちゃんとFX 最近あっちの方やってないですけど、ドル円とかとこの CFD のコモディティのボラティリティ比較やった方がいいかもしれないですね。今度ちょっと試してみますわ。どんだけ天然ガスが難しいかっていうのは。多分そうと思います。だからやらない方がいいっていうのは、言います。で、ゴールドが、ボラティリティが高いですけど、一番今が穏やかなんです。ゴールドで一番穏やかなんですよ。考えられないですよ。ちょっと今日最後これゴールド見せますね。どこまでやったかな、分析。途中までかな。4期までやってますね。ゴールドの4時間足見ますね。ちょっとこれ。ちょっとこれだけ修正だけしますね。で、9番。これね、青色がね、邪魔だったので、本当ゴールドのボラティリティすいません。14日間のやつがまだ3つしかできてなかったので、検証近いですけど、この、3月の中旬から4月の最初からの2週間、それから4月の中旬から4月末までのボラティリティ言いますね。まず、3月中旬から4月までの2週間が 4.18 です。4.18 ですよ。さっき天然ガス30何%って言いましたよね。10倍違います。約。次。この、ゴールドの、3月末から4月14日までが 3.62 です。はい、3.62 です。もうウクライナの関係で有事の金になってるので、多分ですけど、その前の、ボラティリティはちょっと高いです。2月の中旬からは、ロシアが一時期、金を買ってるっていうこともあったりとかして、有事の金ということで、1900まで上がった。この2週間は高いです。ここだから落ち着いたところかもしれないですけどね。
で、直近の4月の中旬から末までが 5.74% です。ちょっと今ここ、最新の作ってないですけど、下落、今、基調になってますけど。でも、ボラティリティを見たら、ゴールドにレバレッジをやったら、まだトレードは見て、これ、下落トレンドだなーっていう風にして、ショートで売ることができたら、ちょうど、いいトレードができるかもしれません。でも、ただこれはロスカットされにくいボラティリティだっていう話は、原油とか天然ガスに比べてっていうことです。いいですが、5% ですよ。5% で低いと思っちゃってる感覚がもう、かなりこれ調べてわかるように、これ全然穏やかな商品じゃないです。金も。全然。シルバーもそうです。穏やかじゃないです。で、農業商品も穏やかじゃないです。はい。ということで、ちょっと今日の結論に行きますけども、もし、金とかもそうですけど、この 12,500 円 ×20、もし皆さんが、お金をちょっと持っているんだったら、現物でショートをするぐらいで面白い。25万円金で入れるかっていうのはわかんないです。そんな度胸いるかわかんないですけど、レバレッジをかけずに行って、金がまた、いつものように、ウクライナのことがね、静まってきたら、今の位置でも、でも今ショートできるのかな？下がり続け、まだ下落トレンドですけどね、これ。見てると。はい。こういう風に見て、売りを仕掛けててもいいのかなとか。でも基本みんな、売り目線。トレードするならですよ。じゃなければ、売り目線が難しいだったら、今は、ちょっと、チャートを見て、勉強するぐらいにした方がいいと思います。はい。僕も今そうしようって思ってます。で、欲をかけば、ビックスの CFD のブル、ベア、これ出しますね。ビックスのウルトラ、これですね。ウルトラショートのショート。で、証拠金を入れて、ひたひたと下がってくるのを穏やかになるのを待つ。それと、ビックスの、こちら。ビックスのベア商品のロング。ちょっと難しいですよ。これ、ベアの下がってくるやつ。ビックスって恐怖指数で上がるベアなので下がってくるときにロングを入れると。今の位置でロングを、今恐怖が高いので、恐怖は必ず、収まってきますので、恐怖はね。ここで今で、ロングをして、収まってくるのを待つ。という商品。くらいですわ。いや、もうこれできる人はすごいですよ。ナスダックの TQQQ。これ売り金でした。ごめんなさい。これもう売りダメでしたね。GM クリック商品のインフォメーション見ました？金曜日。すごかったっすよ。これ。売り金のこれ、見てください。ちょっとこれだけ言って終わりますね。注意喚起で、今、売りが禁止されてるものが、新興国のブル3倍。僕は今、売りしてるやつです。これ売り金になっちゃいました。5月5日で。それから中国のブル3倍 ETF。これも売り金になっちゃいました。しかも、統合、CFD が統合されます。もう指数がね、小さすぎちゃって、統合することになりました。5月の30日に統合しますね。20CFD が 1CFD になりますけど。はい。どういう風になるかわかんないですけど。いかん。これ、おすすめしたのに、米国の VI ブルと、米国のベアも、米国のベアが売り金になってますね。
ブルベア商品これ売り切りになってます。それから、米国のブル3倍のダウ売り金。それから、ナスダックのブル3倍も売り金。これもう、なんかもう、レバレッジ商品みんな売り金ですよ。すごいっすよ、これ。こんなん見たことないです。こんなに売り金になってんの。それから個別株が eBay。それからグルーポン。それからブロック。コインベース。マイクロストラテジー。もうめちゃくちゃ下がってるやつばっかですね。これ売りがダメです。で、あとチャイナモバイルは相変わらずダメです。で、2020年から、もう米国の VI は、ビックス指数はもう売り金です。ということで、みんなもう売りができないんだったら、静観した方がいいよっていう地合いだっていうことが、この注意銘柄でもよくわかると思います。はい。ということで、今これから少額で CFD できるよって思ってらっしゃる方は、それは知識として持っていただいて、で、僕も CFD こうやりながら、少額で勉強している身ですので、それは続けていきたいなと思ってます。はい。ということで、今日はね、もう、こんな変な話ばっかだったので、本当申し訳ありません。多分みんな楽しいお話なかなかできる地合いじゃないんですけども、ただ、続けていくには、楽しくなきゃいけないってすごいそう思ってますので、自分は学びとして楽しくあるにはどうしたらいいか。だから、本当にもしかしたらプロのトレーダーとしては失格なのかもしれません。だけど、自分はもう自分の心に正直に、ただ、こうなんか下がってきたらやめたとかじゃなくて、続けて楽しんでいくためにはどうしたらいいかとか、あと皆さんとこうやってお話できて学んで、お話できるのはどうしたらいいかっていうのを、考えていくときにこういう選択をしました。だから、長期積み立てをされている方は、引き続き、やりながら、こう、チャートを見て、これから、一緒にね、経済見て楽しんでいただけたらなって思っております。はい。すいません。今日ちょっと長くなりましたね。多分、お遍路さんの関係で、お遍路さん30分ぐらい喋ってたので、はい。全くもってあれですけど。で、火曜日、明日もお休みします。火曜日になります。もう、今週3回ぐらいで十分話せるかなと思ってます。で、火曜日もしかしたら、全然最近触れてなかった中国株とか、今どういう風になってるかっていうのも、お話ししたいと思います。あと米国でも変わったもし銘柄があるようだったらちょっと調べてご報告したいなと思います。多分、あるかな。ちょっとしかないと思いますけどね。ちょっといろいろ探して見ていきたいと思います。珍しい、せっかくなのでね、珍しい動きをしている株価とかあればね、そういうのを紹介していこうかなと。ただそれトレード推奨しているわけではないんで、それはご了承ください。あくまでも楽しむためっていうことであります。はい。すいません。長い間ありがとうございました。じゃあまた火曜日ね、11時からやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日いろいろ長い間お付き合いくださいましてありがとうございました。それでは失礼いたします。